皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです。のばなです。日本滞在中にこの動画をアップする予定だったのですが、結局アメリカに戻ってからの更新となってしまいました。お待たせしてしまい申し訳ありません。ドイツ滞在期の最後の動画です。よろしければ最後までお付き合いください。今年のドイツは相当暑かったようですが、ドイツ在住の皆さんは熱中症など大丈夫だったでしょうか。基本的に家にクーラーがないドイツで40度超える日が続くと相当きついですよね。日本も6月は比較的過ごしやすかったのですが、7月に入ってから本当に暑くて毎日溶けそうでした。特に今回は名古屋で過ごすことが多かったので、7月は本当に暑かったです。でもどこへ行ってもクーラーがあるのでありがたいことやなと思いました。今後ドイツの家にもクーラーがあるのが当たり前になるのでしょうか。さて、ドイツのドラッグストアは楽しいもので、シートマスクももちろん買って帰りました。あとこのウェットティッシュが好きすぎるのでいくつか買っておきます。あと友人から頼まれたハーブティー。ハーブティーといえばドイツ。これがお気に入りのようなので多めに買って帰ります。冬になったら喉が痛いという夫のためにのど飴も買っておきます。アメリカで買うと何でも高いんですよね。そうそう腐るものでもないし、のど飴も多めに買っておきます。さて、今回の滞在先に戻ってきました。お腹が空いたので帰りにメットブルーチェン、生の豚のひき肉を挟んだパンを買ってきました。1年8ヶ月ぶりにドイツの我が家に帰ってきました。子供たちも嬉しそうに遊んでいます。パンパカチャンネルは庭に忘れていったトカゲを見つけたようです。3月上旬にしてはお天気に恵まれたので、子供たちも庭で遊ぶことができてよかったです。2018年にこの家に引っ越してきて、2024年まで過ごしました。ドイツに戻ってきたらやることいっぱいですね。ドイツの頑丈な家、このレンガの家が好きです。もう2年もアメリカに住んでるんですよね。この8月、息子はアメリカの中学1年生に、娘は小学校3年生になりました。息子が3歳、娘が生後半年くらいの時にこの家に引っ越してきたのですが、この家には子供たちの幼少期の思い出がたくさん詰まっています。お邪魔します。なんか変わりましたか？すごい久しぶりや。すごい、そのままや。懐かしいね。この家で YouTube を始め、このキッチンで主に動画を撮っていました。思い出がたくさん詰まったキッチンです。
家には布団一式がないので寝泊まりはできません。電車でまた街中まで戻ります。ハノーファーに来たら寄らないといけないカフェ、ホレンディッシェカカオシュトゥーベに娘と2人でやってきました。今なんか変なカプチーノ飲みたいけど、何ココアがいい。ノマータセカフェにしよう。キンダーカプチーノがめっちゃ可愛い。ふわふわ。美味しいケーキを堪能した後はエデカで買い物です。懐かしのエデカ、久しぶりすぎて楽しいですね。2年ぶりでもうお値段をあんまり覚えていないのですが、確実に値上がりしているんでしょうね。卵コーナー、もともとビオの卵は買っていなかったのですが、高いですよね。お寿司コーナー、アメリカで売られているお寿司はどうかと思いますが、ドイツの方がやたらめったにソースがかかっていないので食べやすそうです。ナチュラル思考という点においては圧倒的にドイツの方が上ですね、と私は思うのですが、皆さんはどう思いますか？食品を見ても、パン屋さんを見ても、女性のお化粧を見ても、自然を好む人が多いのはドイツですかね。どちらが善でどちらが悪とかそういう話ではなくて、ドイツの自分を飾らなさすぎるというか、正直すぎるというか、本音と建前がほぼ皆無というか、その方が生きやすいという日本人も多いのかなと思います。なんとリッタースポーツのチョコレートが2ユーロを超えています。これは驚きです。チョコレートの値段はしっかりと覚えているんですよね。アメリカに来る前は 1.49 ユーロだった記憶があります。チョコレートは嗜好品ですから絶対必要なものではないんですが、それでもたまに食べたくなっちゃうんですよね。ドイツのチョコレート美味しいですしね。アメリカになさそう。あ、最後の1個だった？なんだろある？ある？なんかやっぱり違うのがいい。アメリカにないやつ買っていかないといけないね。このワニとかもないんじゃん。このワニあるかな？あったらショックやな。高くなったね。これはパンパカチャンネルのものです。あ、コーヒー高なったな。ガシガシ。まっすぐ行けまっすぐ行け。いつも買ってたチーズはこれじゃない。アマースダンはあでも 2.39 か。
ラデルフィアいくらですか85セント。ああ、いいね。いいね。いや、もしメッセとかがあったらすごく。行ったことあるよね。ある。あるね。やったら覚えてる。Also Laugen, denke ich, ist das Brötchen, dass das nicht so ist wie das Weiße, sondern mehr so wie bei einer Brezel, dieser Brötchen. So ein Brötchen hast du auch manchmal bei Lidl gekauft. Dankeschön. Sehr gerne. Schore bitte. Dankeschön. Bitte sehr. Dann mal für dich, ne? Ja, 最後の夜です。ドイツで。乾杯。乾杯。ドイツでの最後の夕食はやっぱりドイツ料理ですよね。ドイツの美味しいソーセージを食べて帰らないといけません。ドイツビールが美味しくてもう感動です。ビールはやっぱりドイツですね。アメリカに2年住んでるからこそドイツ料理がより美味しく感じます。来ました来ました。白ソーセージです。南ドイツで食べる白ソーセージが本場とは思いますが、ここのレストランで食べる白ソーセージもいつも美味しいんですよね。ちょっと皮を剥く作業が面倒ですが、なかなか食べられないので注文しました。皆さんは白ソーセージ食べたことがありますか？今日はドイツからアメリカに戻る日です。ハノーファーからイギリスのヒースローへ、そしてヒースローからアメリカのノースカロライナまで飛びます。1年8ヶ月ぶりのドイツ、家族や友人に再会し、ドイツの自宅に帰り、ドイツワインとドイツビールを思いっきり堪能し、とても充実した10日間を過ごすことができました。怪我事故なく過ごすことができて感謝です。じゃあいいよ。美味しそう。これでいくらするか。もぐもぐガツ。
私たちはアメリカの東側に住んでいるので、ヨーロッパからは比較的近いんですよね。その代わり日本まではめちゃくちゃ遠いですけどね。私も夫も42歳になり、親もどんどん年を取っていきます。会える時に親に会いに行き、親孝行をして元気な孫たちとできるだけ多くの時間を過ごさせてあげたいものです。人生何が起きるかわからないですが、今あるものに目を向け感謝し、足を知る人生を歩んでいきたい。残りのアメリカ生活も楽しく、家族元気に過ごしていきたいと思います。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。